青木純建築事務所が設計した、青森県立美術館が、自分のきっかけみたいな感じでもあって一番感動したものです。その場その場の質感がすごい面白くて、身体スケールっていうよりかは建築の中にいわゆる建築のコンセプトっていうようなものとは別の自立したさまざまなスケールがあることに感動して、これなら自分も建築をやりたい、作ってみたいなと思ったのがきっかけでした。自分が実際建築って言われるものを触れたりする時ってちょっと怖さ、向こうからの怖さを感じてしまって、自分はその建築の怖さに対してどうにか楽しもうって思うで、設計の手法とかスタディの方法とか、リサーチの仕方とかを工夫してるんですけど、建築を見た後にその他のことが楽しくなるように建築を感じてほしいっていうか、使ってほしいなと思っていてですかね。そういうことを伝えられたらいいかなと思ったりしてます。今回出展するのは私の姉夫婦と子供2人のための住宅です。職場の関係とか小学校ここがいいみたいなので割とひょんなところから選んだ土地になります。何かその住宅を1日だったり1週間だったり1ヶ月1年で住んでいく中で、彼らの中で生まれてくる新しい空間みたいなのがあると思うんですけれど、何かそういう経験そのものが展示で見ることができる、感じることができるみたいなことに挑戦できればなと思っています。私がオープラスイッチという設計事務所で以前設計したグッドジョブセンターという建築があるんですけれど、それは障害者福祉施設で、そこで過ごしている岡村祐介さんというそこで過ごしているメンバーの方がリハビリワンポイントヨガっていうのをやっていて、ほんの数センチ体が動くようになるだけでみんなとても楽に生きることができるっていう言葉を言っていて、それはすごい建築的だな、建築にできそうだ、ちょっと何か人の居場所だったりできることを少し広げるだけでみんながびっくりするぐらい楽に生きれたり、それが楽しいことであったり喜びみたいなことにつながるんじゃないかなっていうのを可能性として思っています。スイスに留学していた時に訪れた南部のロカルノという小さな町の国際映画祭で、期間中夜になると町の中央広場が野外映画館に変わるんですね。建物の窓から映画を眺めている人の姿があったりで、広場なので映画中も常にざわめきが聞こえて、個人的にはそれまで訪れたどんな都市空間や、映画体験よりも心に残るものになっていて、それは何かある目的のために最適化されたような空間よりも、むしろいろんなノイズとか、ムラがあるような空間の方がむしろその目的を生き生きと実現することがあるんだっていうことが実体験として分かったっていう意味で大切な経験になってます。東京都の中央区に構想したビジネスホテルの計画になります。で、計画の特徴としては、客室を一歩外に出るとすごく大きな仕事場が広がっていて、そこで自分の仕事だったり作業に没頭できるような
そういうホテルになってます。で何か自分の体は小さく親密に包み込まれているんだけれども、同時に見えない向こう側のスペースだったり、さらにその先に広がる建物全体のスペースのことを質感を伴ってありありと想像できるような、何か自分の意識が遠くへと自由に羽ばたいていけるような、そういう状態を目指して設計しています。僕自身は今陶芸家としてもなりわいでやらせていただいてるんですけども、なんか自分の陶芸っていうのは結局個の表現というか、自分から出てくる作る表現なんで、でも今建築ちょっとやり始めてたりすると、やっぱりチームというか、いろんな人に助けてもらってチームワークでやっぱりやっていくものなんだなっていうのをやっぱり最近切実に感じるようになってきて、僕ずっと野球やってたりとかもしてるんですけど、やっぱりチームがいいと試合に勝つ、それはいい建築が生まれるかもしれないとか、そんなこともちょっと考えたりしています。実際に模型とかも結構土の模型とかで作ったりとかで、お施主さんとこうですかとかって言って僕が削ったりしてるんですけど、やっぱり人間の手作りだと思うんです、建築も。なんかそんな風にあんま見えないですけど、やっぱり人が作ったものじゃないですか。で陶芸っていうのは本当に究極に人間の手で作るものなので、なんか自分の表現だったり建築を見た時に、建築って本当に人が作ってるんだっていうのをなんか分かってもらえるような、なんかそういう仕掛けだったり、そういう表現があるんだなっていうのを感じてほしいっていうのがあります。滝浩二の生きられた家を挙げさせていただきました。それで本は記号の束として建物を捉えることで、建築家の作品であったり普通の家であったりを同じ訴状の上に上げて、その中で文化的な意味が豊かな普通の家っていうものを評価したのかなと思っているんですけど、そういう意味で僕は建築家が意図したものを体験者も同じように意図したように感じるっていう状況が本当にそれでいいのかというふうに思っていて、なので建築家の意図を意図的にどうずらすかっていうところを考えていきたいなと思っています。マンションの一室のリノベーションになるんですけど、それで僕の自邸になります。建築家の自邸としてどういうことが可能かということを考えたときに、打ち合わせの内容であったりとか、レファレンスであったりとか、お金まで全てオープンにして、ノートっていうプラットフォームで公開しているんですけど、そうすることで建築設計そのものを違った見方ができたりとか、相対化することができるのではないかと思ってそういう手段を取っています。どちらかというと一般の人の目線に立ってそもそも建築設計とは何かというところに興味を持ってもらったりとか、自分でもこういうふうに作りたいなとか、そういうふうに思ってもらえれば成功かなと思います。お施主さんは若い夫婦
の2人なんですけれど、旦那さんの方が、パフォーマーをやられていて、カッパの姿をして大道芸とかをやられるような方で、その方々が住む家ということで、そういうタイトルにしています。で内部の構成としては、住宅とスタジオっていうもので、求められる、書室が多かったので、部分的に、鉄骨全体は木造なんですけれども、部分的に鉄骨を使うことで、床の厚みを45ミリまで、最小限に、抑えることで、建物の軌跡を、フルに使ってプログラムを解くことをしています。で金属作家の方にも監修に入っていただいて、緑青の、自然の変化っていうものを村が美しく出るようにしてあげることで、住宅でありながらも自然物のような、様相をまとうような外観にしています。それはもしかすると紀元前から変わらないことかもしれないんですが、ある特定の人にだけ、寄り添うような場所ではなくて、それぞれの人に寄り添えるような場所であるべきで、その場所が美しければ、ある人にとってはその嬉しさっていうものを共有する場所になるかもしれないし、ある人にとっては悲しさっていうものを癒してくれるような場所になるのではないかなと僕たちは信じて、それを大切に建築を設計しています。展示の大きなテーマは環境を鼓舞する建築の探求というようなことを表現したいなと考えています。でその中心となるプロジェクトは札幌市内で竣工した公園の一角に立つ 2x4 の住宅を改修増築したプロジェクトです。でおせちさんはそこで料理とか食に関心がありながらそういったビジネスもされている方なんですけど、2x4 の住宅はすごくリジットで均質な環境なんですけど、それに対して開放的な公園というのはすごく大きなギャップがある。でそのギャップを解消するんじゃなくて、その2つ双方環境として捉えた時に、その間に全然その異なる増築と挿入することによってお互いの環境を生かしながら相対として新しい環境を生み出したいっていう、そういうことに取り組んだプロジェクトです。建築の中にいる人にとってはその建築自体が一つの環境であるし、またその建築の外側の環境の見え方をその建築は大きく変えたり感じ方を変えたり、そういった意識の上での環境を変えていくという力があります。で、そういったことを感じながら、日々の生活の中で環境に対する感受性とか、ひいてはそれが世界の成り立ちだとか宇宙と自分との関係だとか、そういったことを想像させるような空間というか建築っていうものが存在できると思ってるんですね。そういった建築の可能性っていうのは、僕自身も興味がありますし、これから取り組んでいきたいって考えています。継続的な探求ができる人っていうか、それを僕が中から読み取れた人たちに集まってもらってるっていう。今のタイプとしてダイレクトに自分と建築とクライアントとその時の社会と素直につながってるような感じ。藤本さんたちの世代に対しての、コンプレックスみたいなのがあって、現代性というか時代の変化なんだと、自分のやろうとしてることがっていうふうに現代性の話をもし無理やりしてくださいというふうにすると、どういうことを言われるのかなっていうのが興味があります。住宅ではしごをかけないといけないような場所があるんですけれど、普段は全然行けなくて、見えるけど行けない。でもこの空間としては私は絶対に必要だと思っている場所があって、九州新幹線の高架を通っていて、である時その高架をむしろ受け入れるというか、そいつに向き合ってあげるような形態を取り入れてあげると、その瞬間にその高架までがその自分の敷地になるような。僕ちょっと陶芸もやっていて、
なんかこれどうやって作ったんですかとか、なんかむしろ能動的に見てくれる鑑賞者の人が関わろうとしてくれるとずっと思っていて、陶芸をやってると建築っていうのも大きな意味で言えば造形物ですから、なんか僕はやっぱりなんか本当に形で訴えるものってまだこの時代でもあるんだと思っていて、その思ってるこの枠組みみたいなのと全然違うところからいろんな話が出てくるじゃないですか。でそういうことによって僕がこう思ってたものがこうだと思ってたんだけどこういうふうには思われてないなっていうのを自分の中にこう取り入れるうちに、最初はそんなにこう簡単に自分のこう世界観が変わらないんだけど、ちょっとこうずれる時があるんですよね。コロナで人が行っちゃいけなくなってしまった飲食店のこととかってなんかでも応援したくて行っちゃってなんか誤解にさらされる人たちとかを見てるとなんかすごい矛盾してるというか、なんかこの時私はどっちの立場に立つんだろうみたいな立場の取り方とか態度とかっていうことが普通に建築家としてもだし、生きている人もなんかすごい矛盾っていうか葛藤があるなと思って。いろんな人だったりいろんな主体が同時にあるっていうことの多様性だけじゃなくて、自分がそこにいる当人が自由にいろんな自分になれるっていう意味での多様性に私は興味があるので、展示ではそういったことを考えたりとも同時に思っています。本当に今年の U35 の出展者もさまざまな考え方を持った手法を持った方が集まりましたよね。でも共通しているものがあると思うんです。それは建築の力を信じている。私はそこに一つの共通点感じられます。もう少し言うとそれは建築には多様性を作る力があるということを別の表現で言われてたんじゃないかなっていうふうに思います。